乳酸発酵のらっきょう漬け。今日はその第3回目完成編です。ここまでたどり着くのになんと25日もかかってしまいました。非常に手間とそして時間、さらに多少のコストもかけてですね、作りまして、残念ながらタイパもコスパも悪いです。ですがそれと引き換えにすごく美味しいらっきょう漬けが出来上がってるはずです。はい。でこれをですね試食してその美味しさを皆様にお伝えするんですけれども、その前に一体この25日間も僕は何をやっていたのか、それをちょっと簡単にですね振り返っていきたいと思います。ではまず土付きのらっきょうを買ってきました。そしてこれをよく洗いながら薄皮を剥きながらですね、そして今度はらっきょうの頭とお尻のところですね、切り落として、でこの作業が手間のかかる作業でやっても終わらなくて、もう最初のこの作業でもう僕は嫌になっちゃったんです。毎年嫌になっちゃうんですけれども頑張ってやったわけですね。きれいになったらっきょうをですね、塩 150g 塩 150g ですよ。すごい量です。そして水 700ml でつけます。この時点でですね、乳酸発酵が、進んでいくんですけれども、つけ始めたもう翌日もうすでに乳酸発酵始まりました。らっきょうから気泡がぷくぷく出るのが確認できました。これは乳酸発酵している証拠なんですね。つけ始めて3日目、瓶の蓋を開けてガス抜きをしました。この時はすごいです。強烈な匂いがします。この匂いもしかしたららっきょう腐っちゃったんじゃないかな、そんな気持ちにさせるくらい強烈なんですけれども、大丈夫です。腐ってません。つけ始めてから1週間したところで天地返しをしてあげて、また3日したところでガス抜き、14日2週間ですねしたところで今度は塩抜きをします。半日から1日かけて塩抜きをします。ここまでの作業を見るだけでもなんとタイパンが悪い、漬物だろうなと思うかもしれませんけど、本当にタイパン悪いです。そして、塩抜きをしたら今度は熱湯に10秒間だけつけて、そして、漬け汁ですね、を加えて今度は冷蔵庫へ入れます。この漬け汁がですね、なんと米酢 350ml も使うんですよ。なんとも本当コスパ悪いです。 350ml ですよすごい。そしてですね、今度は冷蔵庫に入れて、さらに10日間かけて、本漬けをしていきまして、そして今日この出来上がったらっきょう漬けがここにあります。これからですね、試食をするんですけれども、試食をするにあたりまして、これだけ手間をかけたらっきょう漬け一体何が違うのか、それをですね皆様に分かりやすく説明するために、今日はスーパーでカレーに合う花らっきょうというお手軽ならっきょうを買ってきました。これと食べ比べてみてですね、どんな風に違うのか、それをですね皆さんにこれからお伝えしていきたいと思います。それではですねちょっと開けてみますね。はい、それではらっきょう漬け試食をしてみたいと思います。はい、まず、こちらですね。はい、乳酸発酵のらっきょう漬け、香りがすごくいいです。漬け汁の香りじゃないんですよね。乳酸発酵させて生まれた何とも言えない香りなんです。はい、それでは食べてみたいと思います。はい、すごく美味しくできてます。らっきょう漬けって酸っぱいイメージありますよね。このらっきょう漬けそんなに酸っぱくないというか全然酸っぱくないんですよ。その代わりにですね、
らっきょうの何とも言えない風味、奥行きのすごく深い何とも言えないいい味がするんですよね。これは乳酸発酵によって生まれたものなんですね。植物由来の乳酸菌って結構強いんですよ。何しろこのらっきょうの表面についていって洗ってから薄皮剥いて、でそれを塩水にですね、つけとくだけで乳酸発酵しちゃうんで、そういう過酷な条件の中でも生き抜いてしまう、そういうすごい強い乳酸菌なんですよね。動物由来の乳酸菌、例えばヨーグルトとか、ああいうものと比べると強いんですよ。それはですね、こちらです。スーパーで売っていたカレーによく合うらっきょうということで、食べてみますね。ちっちゃいですね。カレーによく合うっていうことで、食べてみてまず第一印象として、あれなんかちょっともう物足りないとかっていうのを通り過ぎてですね、これ同じらっきょうなの、なんか違うらっきょうのような、別に違わないんですけどね、なんか酸っぱいなっていう、あれはその甘酢の味ですよね。でそれがします。これもでこれは蜂蜜が入ってるらしいので、蜂蜜の味がすごく前面に出て食べやすいんですけれども、すごく物足りない、そんな味のですね、らっきょう漬けですね。でこちらまた乳酸発酵のらっきょう漬けなんですけどね、もう一個いただいてみますね。らっきょうらしさっていうか、まさしくらっきょう、そういう感じがします。お手軽らっきょうの場合は、らっきょうには違いないんでしょうけれども、らっきょうなんですけれどもね、あんまらっきょうらしさがないんだよね。ということで今日はですね、もう25日もかけて手間と暇と少々コストをかけて作ったこのらっきょう漬け、本当に美味しくできました。いつもですね、作りながら本当に大変だし、もう時間もかかるし、もう途中で嫌になったりするんですけれどもね、でもそれでも頑張って作ると、こういうですね、美味しいものができるんですよね。今時あまりここまで手間をかけて作る人ってあまりいないと思うんですけれども、僕はですね、これからもですね、こういう手間のかかる、もうあえて時間と手間をかけて、コストはもう度外視してですね、そういうものをですね作りたいですね。ですのでまたですね、僕の動画見に来てやってください。じゃあまた。